パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。今日はね、シャープな足を作るために何をやるべきかということをね、話していきたいと思うんですけども、シャープな足っていうのはどういうことかですけれども、これはただ細いだけではありません。細ければ細いほどいいというそういう意味ではなくてですね、形が良くて太すぎず、ジーンズも素直に履ける。そんな感じの健康的な足でありながら、太すぎて困るってことはないという、そういう意味でのシャープな足ですね。なので、ここで言うシャープな足というのは、何も運動していない筋肉がない状態の弱い足という意味ではなく、少なくとも自分の体をしっかり支えるだけの足は必要ということなので、そういった運動不足の足よりは健全でいるためにやっぱり運動しなければいけない。だから運動していないよりは太くなる可能性はあるということですね。これは体脂肪という意味ではなくて筋肉とだけを話すと何もしてないよりは少しは太いかもしれないということですね。なのでそれ以上のレベルで考えてゴツゴツしてはないけれどもシャープでかっこいい足を作るには何をすべきかというところなんですね。結構多いのが頻繁に使わない足は太いということです。これ結構あります。もちろんね、頻繁に使ってないので運動量が少ないからそこに体脂肪がついてる。そういうこともあります。なので頻繁に動いて体脂肪を落とすとかそういう意味合いもあるんですけども、ただそれだけではなく頻繁に足を使うことで、とにかく血流を良くしていく。血流を良くしていけば、とにかく体液をバンバン流すことができるんですね。血液もそうだし、その他のリンパもそうだし、とにかく頻繁に体液をどんどん流していくということが必要なんですよ。その場に体液が留まっているのはそういう状況を作らないということですね。これがすごい大事です。だから頻繁に足を使うことで足が熱くなる瞬間というのを毎日毎日何度も作っていく。ここを目指す必要があります。頻繁に足を使うことで体液がどんどん移動してそこに滞らない。そして体脂肪燃焼も、そしてホルモン分泌も上げる。そういうような足を作っていきたいんですけど、これをね、歩くというだけではね、足りないと思います。歩くというのは、この状態で動くということなので、移動はしているものの、それほど多く足の筋肉を使ってないんですね。そもそも人間が移動するときになぜ歩くのがいいかというと楽に移動できるからなんですよ。基本的に歩くというのは楽に移動してるんですよ。歩くということを何千歩歩いた、1万歩歩いた、ね、そこを目標にしようみたいなところありますけども、そもそもが移動することにおいて歩くっていうのは楽な方法なんですね。座ってるよりは運動してるけれども、歩くというのは一番楽なのでこれと行動してるわけですね。なので僕が思うのは一日数千歩歩くというよりも自転車を使ってほしいです。生活の中でどんどん自転車を使ってほしいです。自転車を使うっていうのは足を曲げて伸ばす、曲げて伸ばす。足の筋肉とお尻の筋肉を伸ばして収縮、伸ばして収縮。この繰り返しじゃないですか。そういった感じで筋肉をどんどんこう伸ばして縮めると使うことで、さっき言った血流がどんどん良くなってくるわけですね。でこれはもう歩くのと比べて何倍も効果が高い、何倍も血流を良くする効果が高いわけですね。自転車を乗ってくれっていうのも、もちろんね、電動自転車じゃないですよ。電動自転車じゃなくて普通の自転車です。普通の自転車で、できれば1日5キロぐらいは移動してほしいです。だから2キロちょっとのところを行って帰ってくる。そんな感じですね。そのぐらいのことは1日1回もしくは2回あってもいいぐらいです。もしくは、僕がいつも勧めてるバックランジをやっていく。これも自転車乗ってるのに等しいですね。太ももをしっかり使って、お尻も使って伸びて縮んでとやっていくので、かなりね、筋肉伸び縮みして血行を促進します。なので、どっちかというと、歩くよりも自転車で移動する。それから、バックランジをやる。こういったものを、とにかく毎日やってほしいんですね。ちなみに、歩くというのは悪いわけじゃないですよ。歩くというのは悪いわけじゃなくて、最近もね、こんな話があったんですけど、僕のクライアントで、70代の人なんですけども、つい最近、数ヶ月前に犬を飼い始めたんですね。で、そのワンちゃんを毎日散歩させなければいけない。夕方ね、毎日ね、散歩行ってるらしいんですよ。で、それまでは、あんまり歩くということなくて、筋トレは週2回やっていたんだけれども、ワンちゃんは毎日散歩させなければいけない。それで、家から出て、河原の方に行って帰ってくるという感じで、毎日4キロか5キロ歩いて帰ってくるらしいですね。もちろん河原なんでちょっとね、登ったり降りたりというのもあります。で、それを毎日やってると、数ヶ月経って気づいたのが、このふくらはぎ、この足首あたり、ここが細くなったっていうんですね。これは頻繁に歩いた効果があったということですね。結構普段ね、車移動なので歩くことが少ないんですね。筋トレをやってても車移動なので歩くことが少ない。でも歩くっていうのは、さっき言ったこの辺っていうのはそれほど強く使ってないですけど、歩く時っていうのは
片足になって少しつま先立ちになって、ふくらはぎを使っている。で、このふくらはぎで地面をこう蹴るような形になってくるわけですね。それが何千回とあるというのは、この全体的な血流というよりは、このふくらはぎを低強度だけれども、頻繁に使っているという運動ですね。で、これをやっていくことで、この方は、ふくらはぎ、足首は細くなっていったんですね。実際僕は見ても細くなってました。なので、もちろん歩くというのは悪いわけではないんですけれども、歩くのはもちろん頻繁に歩いてほしいし、それ以外に、大きく血流を良くして体液を流していくという意味では自転車を使うバックランジをやっていく。これを毎日やってほしいです。それともう一つあるのが全体の筋肉を上手に連動できない足は太くなるということですね。足の筋肉っていうのはすごくたくさんあります。で、すごくたくさんあるんだけれども足の筋肉を上手に使えてなければ歩いている時でもこの太ももの前ばかりを使って歩いている。太ももの前に力が入ったままで歩いてしまっているという人も結構いるんですね。で、そういう人っていうのは、こういうデッドリフトをやっていても、デッドリフトなんだけど、太ももの前、大腿四頭筋が張ってしまうということが結構あります。デッドリフトなので、後ろ側の筋肉なんだけど、大腿四頭筋が張ってしまうんですね。実際にデッドリフトやってる時に、僕がこうやって見てる時に、なんか太ももに力入ってる感じがするな。もう明らかにこの形が違うなと。こういう感じがギュッとこんななんか力が入ってて、もちろん結構見た目には張ってるんですけど、で、僕が触ったら、もう結構カチカチの状態だったんですね。デッドリフトなのに。で、この力を抜きたいっていうね、ことでね、いろいろエクササイズやったんですけど、要は、後ろ側を使いたいのに前を使ってしまう。あるいは全体を使いたいのに大腿四頭筋ばっかり使ってしまう。そういう体の使い方では、どんどんこの大腿四頭筋に張りが出てしまうんですね。なので、足の使い方を上手くなるという必要があります。これ上手くなるってどうするのかというと、まずね、ジムに行っている人で、レッグプレスのマシンってありますよね。座ってパッドに背中を当てて足で押していくというレッグプレスですけども、このレッグプレスをやっていくというのは足の使い方を上手くなるということには全然ならないんですね。レッグプレスはもうとりあえず押している。しかも大腿四頭筋で押しているという運動なんですよ。で、そうではなくて、例えばこういうやはりね、バックランジだったりとか、こういうブルガリアンスクワットをやっていくというのは、足の使い方、体の使い方が上手くなるんですね。まず一つには、両足ではなく、片足の運動をやっていくということですね。両足でやっていくというのは、このいわゆるスクワットですけど、スクワットの場合にはやはりね、やってても、大腿四頭筋の張りをしっかり作っていく感じなんですね。もともとね、ボディービルダーがスクワットをやっていく理由というのは、大腿四頭筋を発達させるためにスクワットをやっているので、やはりね、大腿四頭筋の張りが出てしまうんですね。なので、足をトレーニングするときにも、シャープな足を作りたい場合には、バックランジもしくは、ブルガリアンスクワットをやっていった方が、大腿四頭筋の使う割合はちょっと減ります。で、それだけでなく、ブルガリアンスクワットを初めてやった場合には、みんなね、こう結構このバランス取るのにすごく苦労すると思うんですよ。あれってなんかどこに踏んでいいかわからない。しかも一回一回やってる感じが変わってグラグラしちゃうってあると思うんですね。で、このグラグラするのがなくなるように、スッとこういう風にできて、10回終わるまでもぐらつかない。というのがうまい使い方なんですね。これはもうお尻もも前、足の内側外側、これらが全部連動して体を支えているので、大腿四頭筋だけに負荷がいかないということなんですね。で、さらにそれがレッグプレスと違うのは、レッグプレスは背もたれがあって足で押しているという形なので、お腹と腰ってほぼ使わないんですね。特に力む必要がないんですよ。足だけ力めばいいという感じ。で、それってね、やっぱり実用的じゃないんですよ。使える筋肉を作っていることにはなりません。片足でありながら、このお腹腰も一緒にこのバランスを取りながら使ってるという体幹も使いながらこの体幹のレベルも上げるような運動をしていくというのが大腿四頭筋一点に負荷をかけないという意味では重要なエクササイズになってくるわけですね。このブルガリアンスクワットは特に重くする必要はありません。もう全然ね、自分の体重さえ支えられればそれでいいことなので、もう自分の体重だけでやっていけばそれで OK。そしてこれをね、週2回はやってほしいんですね。これを10回3セットの週2回あればいいので、これを毎日やっていくというわけではなくて、これは週2回だけで、あとは車ではなく自転車をよく使う生活にしていくとか、軽くバックランジも入れていくというようなことが毎日あればいいということですね。で、あともう一つはね、やはりね、大腿四頭筋の方に刺激をあまり入れないように、お尻ハムストリングス、つまり裏側を強くする必要があります。さっきの何をやっても大腿四頭筋に力が入ってしまうっていう人の場合には、このお尻ハムストリングスの筋力が弱い場合が多いです。とにかく後ろ側がうまく使えてないんですね。後ろ側の筋肉もうまく使う。で、後ろ側の筋肉も強くすることによって、自分が歩くとき、階段上がるとき、何か足を使うときに、もう前後でその力を分散してしまう。そういう必要があるんですね。後ろの筋肉があまり強くなければ、歩くときに地面を蹴って地面を後ろに流すような、こういう動きはあまりできなくて、
太ももで受け止めるような歩き方になっていってしまうので、そこはやはりお尻もも裏という後ろの筋力を上げていく必要があります。なので、そのためにはワンレッグデッドリフトという、この状態から足をちょんと後ろに置いて、胸を持ち上げながらデッチでやっていって、今これでここのお尻もも裏を鍛えているという感じですね。まあこれも重すぎなくてもいいですけども、ちょっとダンベルを持ってやるぐらいでしっかりとお尻もも裏を鍛えていく、筋力を上げていく。こういう運動も必要になってきます。まあこの運動については詳しくは下にリンクを貼っておきますので、詳しいやり方はそっちを見てください。まあ、そのあたりまとめるとですね、ブルガリアンスクワット、そしてワンレッグデッドリフトをそれぞれ3セットずつを週2回、それ以外に自転車で動く毎日、あるいはバックランジを自体重で3セットやっていく。まあ、そのあたりを毎日入れていく。筋力を上げるという週2回と頻繁に動くというところ、両方をやっていくということですね。で、なかなかそれができない場合には少なくともよく歩く。まあそういった感じで筋力を上げる、うまく使うようになる、頻繁に動く。ここら辺をね、正しくやっていけば、シャープでかっこいい足が出来上がってくると思います。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってます。フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。